このお尻の方にですね、引っ掛ける場所を取り付ける方法。これぐらいで付けれるといいかなと。1ミリの穴ですね、を開けていきます。こう、ペンチを使って曲げますと、ウッド社長にスタークって言うと、スタークって言うんで、こう、リカバリーですね。助けてあげると。こんにちは、レイウッド開発の K です。今回の動画は WPL の自作カスタム例の紹介の動画になります。ピンバイスさえあれば割と簡単な、もうほんと小技ぐらいのレベルなんですが、特に工作系初心者の方ですね、少しでも参考にしていただけると嬉しいなと思います。以前動画で紹介させていただいたこちらですね、この100均グッズで牽引ロープを作るっていうのがあるんですけど、これを作って、いざ牽引しようと思っても、この WPL のモデルによってはそもそもつける場所がないよっていう場合もありますよね。そういった場合にある程度好きな場所に牽引用のフックをつけて、これをそこのフックにですね、こう取り付けて牽引して遊べるようにするっていう改造になります。で、実は、これもう完成した時、これも以前に動画で制作するところを紹介させていただいた車両なんですけど、これもできた時にはですね、もう実はつけてあったんですけど、ここに、これですね。こんな感じで、これはピアノ線で作ってあるんですけど、フック、こう引っ掛けるところですね。が、こうあるんですね。で、これを使って他の車両を、例えば C14 だとフロントにもまさに引っ掛けてくださいっていう場所、フックですよね。これがあるので、ここにですね、これをこう取り付けると、これで引っ張って遊べるんですよ。で、今回はどっちかっていうと、このお尻の方にですね、引っ掛ける場所を取り付ける方法っていう感じでご紹介させていただくんですけど、例えば C34 とかだともう最初から引っ掛ける場所があったりはするんですけど、それでもちょっとこれ引っ掛けるのにやりにくかったりするんで、そういうケースも含めてですね、あとはそもそも引っ掛ける場所がないよっていうモデル。ちなみに C14 も一応あるんですけど、ここ、でもちょっとここだいぶ引っ掛けるのが大変なんですよ。ここですね。ここができなくはないんですけど、あんまりこうスムーズに取り付けができないんですよ。一応こんな感じで付けれるんですけど。で、外すときも結構大変なんですね。で、今回はこの緑色のシーチオンに取り付けていこうと思うんですけど、ちょっとすいません、話前後したんですけど、これはこんな風に取り付けてますよと。ただこれ C24 なんですけど、ちょっとベッドをカットしてあるので、荷台をカットしてあるんで、ここがむき出しになっていて、たまたまここに取り付けるのにちょうどいい場所がですね、見えてるんで、このフレームとフレームをつなぐこのビームですね、このビームのところに、これをこんな感じでこう取り付けられるように、できたっていう感じではあるんですが、なのでこれはちょっとここをたまたまカットしたからここに取り付けることができたっていう、ちょっと特殊な例にはなっちゃうんですけど、でもこっちもちょっと特殊か。これも、C14 をベースにカスタムしてあるトートラックカスタムですね。これも実はここにですね、同じような改造をしてあります。これはピアノ線じゃなくて、2ミリ径かな。2ミリ径のアルミの丸棒ですね。もうアルミの棒が売ってるんですけど、それをこんな風に取り付けてあります。こんな感じですね。こんな感じで取り付けてあって、で、普段このクレーンですね。クレーンをこうブラブラしてると良くないので、ここにこう引っ掛けるためっていうこの用途と、あとはもちろん、わざわざクレーンで吊らなくても、ここにこれを引っ掛けてですね、牽引するっていうことももちろんできますよという風になってます。はい。というわけで、その自分が取り付けたいモデルの形状だったり、状況だったりによって、もちろん取り付け方、取り付ける場所っていうのは変わってくるとは思うんですけど、比較的汎用性のある取り付け方なんじゃないかなと思いますので、今回のやり方ですね。で、参考までに、この C14 ですね。これはまだ何もしていない状態なので、ちょうど取り付けたかったんですよね。取り付けたかったんで、せっかくならご紹介させていただこうかなというので、
今回ですね、その作業内容ですね、もしよければ見ていただいて参考にしていただければと思います。じゃあ今回は、ここですね、ここに、イメージ的には、これよりもうちょっと幅がある感じになるかと思うんですけど、これぐらいのサイズ感で、で、幅は、どうでしょう、だいたい、これぐらいでつけれるといいかなと思ってます。で、高さはこれですかね。これぐらいですかね。の位置につけたいなと。で、取り付けたい位置がだいたい決まったら、そこにですね、とりあえず穴を開けてしまいます。で、この高さですね。高さがずれちゃうと斜めになっちゃうので、あんまりかっこよくないですよね。横のずれは多少あってもパッと見全然わかんないんですけど、こうやってついてるのが、こっちはちょっとぐらいこうずれててもおかしくないんですけど、斜めになっちゃってるとちょっとかっこ悪いので、一応高さだけこうずれてしまわないように、こんな感じでマスキングテープで同じ高さのところに穴が開けられるように、ちょっと今回ですね、目安で貼り付けてみます。で、だいたいこの辺がいいなっていうところに、こんな感じで、ガイド兼目印ですね。こんな感じで、ちょっとキリか何かで、できればですけど、こう、印をつけておくと、ドリルが、その、開けたい場所からずれにくくなるので、やりやすいんじゃないかなと思います。で、このピンバイスで、1ミリの今回ピアノ線を使いますので、1ミリの穴ですね、を開けていきます。もちろんこれ、作業は怪我をしないように気をつけてやってくださいね。特にこれ僕今持ち方的にこんな風に持ってますけど、これ当然指が向こう側にある状態とかでやるとブスッといっちゃうんで、そこはちょっと気をつけながら作業してください。はい、こんな感じでもう穴が開いてしまえば、ここにですね、ピアノ線をこう通すことができるんですけど、あとはこのピアノ線をホチキスの芯みたいなコの字ですね、カタカナのコの字みたいな感じに曲げていきます。で、最初に曲げる長さなんですけど、ちょっと一回やっちゃった方が早いと思うんで、一回曲げちゃいますけど、今回の場合は、こんな感じでぐっと曲げて、だいたい直角になるようにですね、こうペンチを使って曲げますと。で、この曲げた後のここの長さがあまりにも短いと、当然ここにこう刺した時に、ここの高さですね。高さっていうのか、この幅というのか、ここのスペースがなくなってしまうので、そこは、ご自身でですね、調整しながら、ちょうどいい長さで曲げていくと。で、今度は、この、マッキーか何かで、この細い油性マジックか何かで、ここの穴にこっち側が入るので、あとは、もう片方の穴に合わせて、こう印をつけると。この辺ですよね。この辺で印をつけて、こちら側も、こんな感じで曲げて、ホチキスの芯みたいな形にすると。で、あとは、こちら側ですね。こちら側を切ります。で、こんな風になるんですけど、これで、そのまま刺すことができれば、このままでいいと思うんですけど、たまに穴がずれ、これ今回ずれてますね。ちょっとずれちゃう場合があるんで、その場合は、適宜調整をすると。今回はちょっと幅が広すぎたんで、もうちょっとだけ曲げます。もうちょっとだけ絞るような感じで曲げて、で、マスキングテープはもう剥いじゃいましょうか。マスキングテープを剥がして、これで多分入ると思います。そうですね。こんな感じで入りましたので、あとはもう瞬間接着剤ですね。瞬間接着剤で、固定してしまいます。で、この時に多分これやらなくても大丈夫だと思うんですけど、僕は一応ですね、ヤスリでちょっと荒らしておきます。その方が瞬間接着剤の食いつきが良くなるので、
これやらなくても多分相当強くつくんで、問題ないとは思うんですけど、一応ですね、こんな感じで接着する部分だけでいいと思うんですけど、そこをヤスリで荒らしておきます。で、あとは、出っ張り具合ですね。出っ張り具合をこの辺でちょうどいいかなっていうところに調整して、で、瞬間接着剤で留めちゃいます。結構強気でいっちゃっていいと思います。そんなに見た目よりは強度の方が大事だと思うので、で、ちょっとさすがに今若干垂らしすぎたんですけど、これで、まあ、こういう時にアルテコっていうのがあると便利なんですけど、プライマーですね。これシュッシュッと吹きかけると、白化って言った白い粉みたいになっちゃうのもそんなになくて、で、一瞬で固まるんで、これがあると便利ですね。匂いは僕はあんま好きじゃないですけど、これ。なんか独特な匂いしません？このアルテコって。はい。で、これをシュシュッと吹きかけて、もう、これで完成は完成なんですけど、一応ですね、裏側が、やっぱりホチキスの芯状態なんで、こんな感じでちょっと尖った部分が出ちゃうんで、ここですね。これを知らずに外側からこう手でグッと持ったりすると若干危ないと思うんで、今触ってそんなに鋭利な感じではないんですけど、一応この辺は気になる方はですね、曲げるなり、カットするなりっていうのをしておくといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、比較的簡単な工作で、ちょっとピンバイスがないと厳しいとは思うんですけど、ピンバイスさえあれば、比較的簡単な工作で、こんな感じでですね、がっちりと、これ相当強いです。なんか瞬間接着剤で、穴開けて瞬間接着剤で留めただけで大丈夫と思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、このパターンでの瞬間接着剤での接着っていうのはもうかなり強力に止まるんで、この WPL という RC カーでですね、何かこう仲間の車を引っ張ったりとかするぐらいであれば、もう全然取れることはないです。多分こっちが先にちぎれるんじゃないかなっていうぐらい強く止まります。ちなみにこの牽引ロープの方は、これを作った動画の方でもご紹介してるんですけど、僕はよくやるのは、もうみんなで遊ぶときはこれをここにつけときますね。こうつけといて、でよくウッド社長とかがスタックするんで、ウッド社長にスタックって言うと、スタックって言うんでそしたら、腕からこれをこう取り外して、で、その時自分の車両にですね、こういう牽引してあげられるような場所がついていたら、これでこう、ウッド社長のところに行って、ウッド社長のこういう車体のですね、こう取り付けられるような場所に、こうフックを取り付けて、こう、リカバリーですね、助けてあげるという風に、して遊んでます。ちょっと、よくそれやってるんですけど、意外と動画でご紹介できてないなっていうのをちょっと今思ったんで、ちょっと今度ですね、それをまた実際にですね、この牽引ロープとこの牽引フックですね、これを活用してこう引っ張って遊ぶ遊びがあるんですけど、結構楽しいんで、今度、それまだ紹介、実際にやるところですね。実際にやるところを紹介できてないなと思ったんで、近々その動画もですね、ご紹介させていただければと思います。はい。ではですね、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。